はい、こんにちは。ラウドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、中級者限定の動画でですね、意味のないスケール連一線ということでね、語っていきたいと思います。それで、万が一ね、初級者の方、まだサックスをとかね、管楽器始めてね、日が浅いよって人がご覧になっていたとしても、将来ね、おそらく役に立つんじゃないかなと思うので、ね、ぜひ最後までご覧になってください。じゃあ早速ですね、革新の部分をついてしまいましょう。今から僕がですね、1、2、3と3パターン、そのスケール練習を、してみるので、どれが一体その役に立たない練習かっていうのをですね、ちょっと皆さん考えてみてください。じゃあ3パターンいきますね。じゃあまず1種類目。はい、よく聞くこれですね。じゃあ2個目。はい、これ2個目でした。じゃあ3つ目いきますよ。この辺に譜面出てると思うんでね、そっち見といてくださいね。もうめんどくさいので途中でやめます。はい。じゃあね、今ね、1、2、3って3つのパターンやったんですけれども、さて、どの、スケール練習が、このね、今回の動画のタイトルの意味が、ないスケール練でしょうか。はい。ということで、いきなり正解を言いますけれども、この1、2、3の3つありましたね。全部意味ないです。はい。で、こっからが重要です。何が意味がないかっていうと、僕にとって、一人一人違うんですけど、僕にとって全く意味がない練習なんですね。なぜか。もう理由は超簡単でですね、もうできるからです。もうできるから、この今やった僕、この、サックスでいうところの D メジャースケールですね。このどんなパターンが来ても、もう指が D に馴染んでいてですね、もう練習しようがしなかろうができるんですよ。で、僕が今日言いたいことっていうのは、もうできることをウォームアップとかで練習したり、スケール練だって言って練習することは、時間がもったいないんじゃないかなっていう、そういうね、視点で今日は僕は語ってるんですけれども、もうできることってもうやんなくていいと、極論ですよ。極論やんなくていいと思うんですよね。だっておそらく僕このスケールっていうんですか、この D メジャースケールのこういったいろんなパターンもね、もうこの30年、僕サックス30年やってるんですけれども、もうできるでしょ、これは。ということで、僕が言いたいことは、中級者の方々ですね、もうできるスケールいっぱいあると思うんですよ。いっぱいあって。なので、もうできるのなんかすっ飛ばして、もうできないものを練習していくっていうのが今日の課題なんですけれども、じゃあ、革新その2いきましょう。ですね、じゃあこれ見てください。はい、これですね。なんか書いてありますね。C、C シャープ、D、E フラット、ババババって書いてあって、そしてメイジャー、ナチュラルマイナー、ハーモニックマイナー、ラララってスケールがいっぱい書いてあります。で、それで最後にディスセンディングですね。下降ラインって書いてありますけれども、僕が、じゃあ何が意味のあるスケール練習かっていうと、その我々一人一人がまだできないものを練習していくっていうのが、おそらく僕の中では一番重要なスケール練じゃないかなというふうに思います。じゃあ早速ね、それ証明してみせましょう。今からいいですか？じゃあよくこれ見てくださいね、この表を。で、おそらく多分多くの人、この動画見てる人の半分以上がパッとできないようなものを頭に浮かべて自分でやるんですよ。自分で決めるんです。例えばですね、じゃあ僕の場合だったら僕ね、この F シャープっていうキーがね、嫌いでですね、あと B とかも嫌いなんですけど、好きな人いないか。それの自分で選んでこうやっていくわけですよね。
じゃあ僕は今回ですね、じゃあちなみにじゃあ F シャープ、嫌いだから F シャープの、じゃあハーモニックマイナー、それを下降ラインで練習するんですね。で、譜面は見ないです。もう何にも見ません。頭の中に音符浮かべたり、指使いを浮かべたりして練習すると。いきなり降りてくるわけです。で、こうやると一気に難易度が上がるんですけれども、これこそができないものに対する練習。できないんだったら練習するべきだということで、僕は今回ね、こういう話をしてるんですけど、じゃあやってみましょうか。F シャープの、ハーモニックマイナーですね。じゃあちょっとやってみますよ。というふうに僕ねやったんですけれども、最後ねこうジグザグでこう上がってきたりしたんですけれども、これさすがにさっきの D メジャーと比べるとですね、僕ね指の動きももちろん遅くなりますし、あれこっちだったっけなこっちだったっけなってこう一瞬やっぱり迷う部分もやっぱり出てくるんですよ。ね。ってことは何が言えるかというと、僕は今回この F シャープのこのハーモニックマイナーを弾いた時にですね、まだ自分に 120% 馴染んでないと。D メジャーとかと比べるとまだ馴染んでないですよね。なのでこれを練習していくのこそが、スケール練で僕が唯一自分自身にとって意味があると思っている練習法です。じゃあね、例えば続けてやっていきましょうか。じゃあ例えばさっき F シャープでやったので、またじゃあ F シャープね嫌いなのでやっていきましょうか。そしたら F シャープので何しようかな。ホールトーンとかね。ホールトーンスケールって皆さんご存知だと思いますけど、それをやってみます。上から降りる。みたいな感じでですね、この自分がおそらくできないであろうと思うのをですね、こうやって見ながら判断しながらやっていくわけですよ。それで多くの場合がおそらくこうなります。じゃあ例えばなんだろうな、B のじゃあねなんだろうな、メジャースケールでいいや、 B のメジャースケールを降りる、コンサートでですよ、コンサート B で降りるって言ったら考えると思うんですよ。B でしょ。なんだったっけ次、みたいに音違うなみたいになると思うんですよね。それでいいんですよ。それでもう何回も考えてですね、楽譜を絶対に見ずにその正しくなるまでやっていく。なんだったっけな B ってみたいになってもいいんですよ。それはなってもよくて、正解するまでやって正解になったらこんな風にですねスピードを上げていったりしてですね、それが自分に馴染むまで練習すると。これこそがおそらく僕の中では超なんだろうな、合理的な、そして時間を有効に使うべき使えるスケール練習だと僕は思います。で、次ねこれ見ていただきたいんですけれども、ここでね先ほどもちょっと言いましたけれども、そのコツっていうのが僕の中では譜面は絶対に見ない、もう頭の中で全部を考える。それからスケールっていうのは上から下に今みたいに全部降りてくる、まずは降りてくるっていうのが一つ。それから、一番最後やったみたいにどんどんスピードを上げていって早弾きの練習を同時にするということですね。それからもう一つこれ面白い点は、おそらくこの動画を見た人ですね、それってジャズの人だからそう言うんでしょと、ジャズミュージシャンってそういうこと言うけども他のジャンル関係ないんじゃないですかみたいに言う人もいるんですけど、僕の中ではもう全くジャンルなんて関係なくてですね、もう何のジャンルであろうと、ジャズだろうとね、ロックだろうと、クラシックだろうとね、吹奏楽だろうと、もう関係ないんですよ。全く関係ないです。なぜかっていうとね、同じ楽器ですから。同じ楽器ですよ。なので、これだからやるべきだとか、このジャンルだからやるべきではないっていうのはむしろ僕の中にはもうそういうものは存在しないんですね。なので、僕が今日本当に言いたかったことは、練習っていうのは、できないことをやっていくことこそが
本当の練習だと僕は思うので、皆さんもね騙されたと思ってさっきのねこの表をねよく睨みつつね、さあ次何にしようかな、ディミニッシュやってみようかなとかね、ブルーススケールやってみようかなみたいな感じで選んで、ぜひ騙されたと思って一度やってみてください。するとおそらく加工ラインでやると大げさじゃないです。9割以上できないと思います、一発で。これね、僕、多分そう思います。僕もたくさん生徒さん教えてるんですけど、できる人そんないないです。それぐらいね、めんどくさいんです。それぐらい難しいんですよ、このスケールっていうのはね。なので、自分で何が一体できないんだろうっていうのを自分自身で理解するために、こういったその自分で練習メニューっていうのを考えてやるっていうのが、おそらくものすごい重要だと僕は思います。はい、じゃあそしたらですね、A フラットコンディミスケールを上から下に降りてください。はい。って言われた時に、急にできない人、できる人、どちらもチャンネル登録といいねボタンをぜひよろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。